2026年8月25日セブンイレブン新商品5品です。かじるニンニクラーメンウォーカー監修冷やし家系ラーメン先行テスト販売かも。スープにはまるエビのトマトクリームパスタ。和食の箱には炙り焼き銀鮭とだしご飯、もち麦、ハーブ香るカフェボックス、ガパオライス、肉のうまみ炭火焼き鶏丼。以上5品ご紹介します。ラーメンウォーカー監修冷やし家系ラーメンです。公式ページでは日本最大級のラーメン情報メディアラーメンウォーカー監修の冷やし家系ラーメンですと紹介されています。大量の刻みニンニクを盛り付けたスタミナ感とやみつき感が特徴の冷たい家系ラーメンです。濃厚なスープによく合うチャーシュー、ほうれん草、海苔の王道具材3種を添えガツンと響く刺激と食べ応えを出しましたとプレスリリースしています。ニンニク風味ではありません。カップに入った生ニンニクを麺の上にまき散らしてかじりながらラーメンを食べる印象です。スープは塩味の強い背脂系で鶏ガラの風味もありますがチー油感はありません。ニンニクと豚のインパクトがあまりに強力で家系というよりは二郎インスパイア系ですね。麺は一般的なつけ麺の極太足わし系、角が立った仕上がりでなんと 300g のボリュームで小麦の風味、食感ともに大満足です。ただし丸い仕上がりが一般的な家系とは少し違いますね。意図したものか分かりませんが麺の長さは家系らしく短めで食べやすいです。ニンニクは辛みは取ってありますがニンニクの香りはそのままです。全部食べると結構大変なことになります。スープには後ろ髪を引かれますがこのまま飲み干すには抵抗がある濃度です。焼き海苔を用意してご飯と一緒にいただくことをおすすめします。このインパクト、ボリュームで税別550円は破格です。ジャンルはともかく美味しいジャンクフードです。おすすめです。スープにはまるエビのトマトクリームパスタです。実はこの商品はセブンイレブンの公式ページ Google 検索でも該当商品が見つかりません。なのでもしかしたら先行テスト販売かもしれませんね。一般的なエビのトマトクリームパスタのソースはまず甲殻類、エビやカニの殻をよく炒めてうまみを出し、そこに白ワイン、トマトソース、香味野菜を加えて最後に生クリームやチーズの乳脂肪分を加えることで角の取れたまろやかなコクのあるアメリケーヌソースとして仕上げられます。さらにブイヨンで調整してビスクとして単独で供されることもあります。本商品はスープにはまるとの表記がある通りビスク仕立てのソースと一緒にいただくパスタです。濃厚でクリーミーな甘みと優しい口当たりのスープにはしっかり火の通ったトマトの甘み、エビのうまみ、香味野菜、特にパセリ、セロリ系の香りが練り込まれています。麺はスープパスタらしい柔らかい仕立てで弾力が少し控えめですが噛み応えは心地よく濃厚なスープともよく絡みます。エビの濃厚さを抑え気味にしてクリームと野菜のうまみで仕上げたソースですが重層的なうまみには十分な食べ応えを感じることができます。おすすめです。炙り焼き銀鮭とだしご飯、もち麦です。公式ページでは銀鮭や野菜のかき揚げなどを彩りよく盛り付けたミニサイズのお弁当ですと紹介されています。トッピングされているおかずは焼き銀鮭、ちくわいそべ天、レンコンに玉ねぎ、人参、小松菜のかき揚げ、小松菜油揚げ炒め、昆布炒め、しば漬け風きゅうり漬物、錦糸卵です。銀鮭は鮭類の中でも脂肪分が多く
身が非常に柔らかいのが特徴です。セブンでは直火で焼くことで適度に皮目を焦がして余分な油分を落としつつ旨味を内部に閉じ込めています。肉や揚げ物が主役になりがちなコンビニ弁当において貴重なお魚主体のお弁当です。塩味は抑え気味で脂の乗りが良くジューシーで旨味にあふれた銀鮭です。もち麦ご飯はだしでほんのり味がつけられていて、そのプチもちした食感とだしの香りで和のテイストに統一されたおかず類と調和していて一層食が進みます。ちなみに銀鮭には中骨がしっかり残されていますので食べる際はお気をつけください。結構な頻度で出現する骨注意の表示ですが、稀に本当に残っている場合があります。毎回取り上げていることですが、セブンの幕の内タイプのミニ弁当は小さな容器にぎっしり具材を詰め込むだけでなく、一つ一つのおかずの扱いが丁寧で、かき揚げ4分の1個やレンコンの煮物1かけであってもそれぞれに個性を持たせて調理されています。なので食べ終わった時の満足感が違います。おすすめです。カフェボックスガパオライスです。公式ページでは鶏ひき肉をホーリーバジルや唐辛子、ナンプラー、タイの伝統的な調味料などで炒めたスパイシーなガパオライスですと紹介されています。主な具材ですが、米はオーストラリア産の蒸留酒の一種ジャスミンライスが使用されています。その他鶏肉、玉ねぎ、卵、春雨、ピーマン、エビ、人参、きゅうりです。ナンプラーの魚醤系の香り、ホーリーバジルのかすかなえぐみを伴ったスパイシーかつアロマティックな複層的な香りが漂ってきます。鶏肉のうまみ、タイの黒醤油を思わせる独特の甘みとアジアンハーブの香り、唇がピリピリするようなスパイスがない混ぜになって一気に押し寄せてきて、口の中がエスニックモードになり、ある種の軽い興奮状態です。ガパオライス独特の美味しさは複層的で矛盾した刺激によるものです。ひき肉のかすかな酸味臭やホーリーバジルのアニス感など馴染みのない香りが爽やかなハーブ感とともにやがて魅力的な香りとして昇華されたり、舌は甘いと感じているのに口内の粘膜がスパイスでピリピリしたり、ある種の混乱を伴う複層的な刺激を感じながらいつの間にか夢中になっています。今回はニンニクの香りを少し抑えめにしていて、各種ハーブやスパイスの香りを楽しむことができました。またジャスミンライスの炊き上がりが素晴らしく、適度なパラパラ感と香ばしい香りが食べ終わるまで持続していて、日本米とは違う魅力を堪能することができました。おすすめです。炭火焼き鶏丼です。公式ページでは鶏胸肉を使用した炭火焼き鶏に鶏そぼろ、卵そぼろを組み合わせたご飯が進む丼ですと紹介されています。今年の2月に税別598円から648円に価格改定しました。今回は価格改定はありませんが、鶏肉の使用部位が胸肉のみに変更、別添えだったタレはなくなっています。具材としては焼き鳥の塩とタレ、鶏そぼろと卵そぼろがトッピングされています。特徴としてはタンパク質が 43.3g も摂取できることです。参考までに先ほどご紹介したガパオライスがタンパク質 27.6g です。鶏肉ならではのタンパク質量ですね。鶏胸肉なので少しパサパサしていることを想像していましたが、とてもジューシーで臭みもなく適度な歯ごたえは維持しつつ柔らかく仕上げられています。また鶏肉特有の旨みも十分にあり、もも肉とは違った美味しさを十分に堪能できます。個人的な好みの問題としては鶏そぼろ、
卵そぼろはもちろん焼き鳥の塩味、タレ味ともにかなり甘い仕上がりだったので、鶏肉についてはもう少し塩味が立っていてもよかったかもしれません。ご飯については国産のうるち米を使用していますが、やや固めの炊き上がりはいつも通りで美味しくいただけました。おすすめです。さて、今週のおすすめの一品はラーメンウォーカー監修冷やし家系ラーメンです。カップに入った刻みニンニクはすがすがしいまでのジャンク感です。オフィス内で蓋を開けただけでも注目の的になること間違いなしです。スープの塩味や濃度も突き抜けていて、追い飯なしではとても消費しきれるものではありません。コンビニラーメンとして税別550円でお気楽にジャンクを楽しめる一品です。強くおすすめします。